はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回はね Steam で2021年6月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。今回はね作品数が多かったです。多すぎたので今回動画からね外した作品は別の動画にしています。他にどんなゲームがあるのかご興味ある方はね見ていただけたらと思います。限定公開していますので概要欄に URL 貼っておきますのでそこから見てもらえればと思います。あと、Steam の体験版についてのアンケートをね、実施しています。YouTube ページのコミュニティタグから見れますので、今後の動画作りの参考にさせていただきたいので、アンケートのご協力をお願いいたします。私自身ニッチなゲームを実況しながら今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、マラビラ島の動物たち、ビースト・オブ・マラビラアイランド。2021年6月リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は355人。魔法生物を写真に収めるスローライフなアドベンチャー。野生動物写真家マリナ・モンテズになってマラビラ島に住む個性豊かで不思議な魔法生物たちを写真に収め観察する 3D アドベンチャー。祖父のカメラと日記を頼りにしながら島中を探索。島の魔法や動物たちの手を借りてパズルを解き数多くの動物やマラビラ島に隠された謎を探し出しましょう。体験版もあるのでご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。マラビラ島の動物たちビースト・オブ・マラビラアイランド。2021年6月リリース予定日本語対応の作品です。帰ってきた魔界村。2021年6月1日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5739人。人気シリーズが最新作になって帰ってきた。任天堂スイッチでは2月25日から配信になっていますね。初期シリーズの魔界村、大魔界村のモチーフをもとに再構築された最新作。シンプルな操作性、やりごたえのある難易度に加え、新たな魔法やスキル、多彩な武器が追加され新鮮さを盛り込まれているみたいです。グラフィックも独特で、表現的には動く絵巻物のようなビジュアルと言われていますね。また、難易度選択も4種類あり、初めから最高難易度の伝説騎士も選択できる仕様も魔界村っぽいですね。これは驚いたんですけども、2人協力プレイができる仕様になっており、協力プレイはオフラインのローカルマルチとのことです。Steam の予約特典は帰ってきた魔界村特製壁紙&ミニサウンドトラックセットになっています。帰ってきた魔界村は2021年6月1日リリース予定日本語対応の作品です。オペレーション単語。2021年6月1日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1634人。2人コープ専用のスパイゲーム。キャッチフレーズは世界は1人じゃ救えない。プレイヤーは1人がエージェントのエンジェル、1人がハッカーのアリステアとなり、近未来の世界で国際的な脅威に立ち向かい世界を救うといった内容。本作は2人コープ専用のスパイアドベンチャーで、エージェントとハッカーはお互いの画面が共有されず、それぞれの視点をうまく言葉によって共有しながら様々な謎を解いていきます。コミュニケーションを絶えず取りながら困難を乗り越えていきましょう。ストアページのね注意書きを読んでいきます。このゲームはオンラインでのコーププレイのみに対応しています。マイクが必要です。フレンドパスを使えばフレンドは無料で一緒にプレイできます。クラスプラットフォームプレイ対応です。体験版もありますのでお友達と遊んでみてはいかがでしょうか。オペレーション単語は2021年6月1日リリース予定日本語対応の作品です。Going Medieval。2021年6月2日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は29,699人。中世を舞台にしたポストアポカリプス。14世紀の終わり、蔓延する疫病により全人口の 95% が失われた世界を舞台にしたコロニーシム。プレイヤーは開拓者となり、生き残った人々と共に住居を作り、食料を蓄え、平和な生活を送れるように導いていく。また、脅威は疫病だけではなく、生き残った人類の中にはならず者や蛮族、狂信者が存在するので、城塞を築き、村人を守らなければなりません。村人たちはそれぞれ来歴、過去など個性を持っており、それにより行動や人間関係が変化するみたいです。中世を舞台にした終末ものは個人的にも面白そうな作品だと思います。フォロワー数もね、多く注目されている作品ですね。Going Medieval は2021年6月2日リリース予定日本語対応の作品です。有翼のフロイライン、ウィング・オブ・ダークです。2021年6月3日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2498人。ハイスピード 3D シューティング。ブランカーと呼ばれる未知の飛行物体と戦う少女たちフロイラインを描いた物語です。
ゲームシステムはシューティングパートとカットシーンパートで展開。シューティングパートでは飛行機体ヘルトシステムに搭載されたブーストと3種類の装備を駆使して360度自由に高速で空を駆け巡りブランカーを撃破する爽快感のあふれる空中戦。カットシーンパートでは2人の主人公をメインに物語が展開。主人公の一人クラーラ・エルンストはひょんなことからヘルトシステムと呼ばれる飛行機体を操るフロイライン適性が発覚した18歳の田舎少女。もう一人の主人公エリーカ・レールツァーは士官学校を飛び級で卒業してフロイラインとなった17歳の少女。2人の主人公の視点を行き来しながら回想のような語りが物語を紡いでいく。もともとは2月25日発売予定だった本作、コンシュマー機としてのプレイの最適化面で求めるクオリティに達してないという判断で延期になったみたいです。PC 版のほか PS4、Nintendo Switch からも発売予定で、特典付きの限定版も発売予定とのことです。有力のフロライン、ウィング・オブ・ダークネスは2021年6月3日リリース予定、日本語対応の作品です。アスタロン、Tears of the Earth。2021年6月3日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は857人。レトロゲーム風 2D アクション。8ビット時代を彷彿とさせるグラフィック、ドット絵で描かれるレトロ感が特徴の本作。舞台は世界が荒廃してしまった未来、滅亡の危機に瀕した村を救うため主人公となる3人の冒険者が旅に出るといった物語。彼らは村を救うため死のタイタンエピメテウスと使命を全うするため何度でも生き返ることができるという誓約を交わす。戦士のアリアス、魔法使いのアルガス、ローグのクイリ。各キャラクターは個性的なスキルを持ち、ステージに合わせて切り替えながら先へと進んでいく。エピメテウスとの誓約により使命を全うするまで死ぬたびに強くなって蘇るといったシステムなので、何度も失敗しながら挑戦していくことになるみたいです。 PC のほか PS4、Nintendo Switch、Xbox からも発売予定のことです。体験版もあるのでご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。アスタロン Tears of the Earth は2021年6月3日リリース予定、日本語対応の作品です。最果ての列車、時の終わり、大地の始まり。2021年6月4日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は16人。ノスタルジックトレインを手掛けた個人制作の作品です。フォロワー数は少ないですけども、個人的に興味があったので紹介に加えました。あの世とこの世の狭間、うつろのと呼ばれる美しくも暴漠とした草原を走る列車。そして永遠に走る列車の中でかつて栄華を誇った帝国の滅亡とハイテイ・ロクサレーナの儚い人生をめぐる幻想的な物語が展開します。果たして列車の行く先は一体どこなのか。車窓から見える風景は天候時間も刻々と移り変わり、プレイヤーは二度と同じ光景を目にすることがないとのことです。パズルや謎解き要素のある物語が展開する一人称視点のアドベンチャーゲーム、最果ての列車、時の終わり、大地の始まりは2021年6月4日リリース予定、日本語対応の作品です。Until We Die。2021年6月4日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は3670人。地下シェルター防衛ストラテジー。未知の生命体の襲来によりモスクワの地下へと避難した人類を守りきるストラテジーです。プレイヤーは主人公イヴァンを操り、夜になると押し寄せてくるミュータントから地下シェルターを守りきるのが目的。昼の間に味方ユニットに指示を出し、防壁や建物建築、資源採掘、技術研究を行いミュータントの襲撃に備えます。迫り来る敵からシェルターを守るには素早い判断力と瞬発力が必要。体験版が配信されているので私も遊んでみましたけども、見事にミュータントの群れに騎士を蹂躙されました。資源採掘、防壁建築、技術研究とかね、何を優先してやっていけばいいのかいろいろ考えながらプレイするのが、ね、楽しい作品だなと思いました。アンテル・ウィーダイは2021年6月4日リリース予定、日本語対応の作品です。マイティーグース。2021年6月5日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は2547人。賞金稼ぎのガチョウ、所狭しと大暴れ。伝説の賞金稼ぎでガチョウのマイティーグースが宇宙の支配者ボイドキングに立ち向かう。宇宙の果てまで旅をする最中、あらゆる危険に直面しながら冒険を繰り広げる 2D 横スクロールガンシューター。ゲームは至ってシンプルなアクションで、迫り来る敵を銃や兵器で撃ち落とす。強化チップ、武器、アシストキャラの組み合わせで自分だけのプレイスタイルを構築したり、武器や兵器のアップグレードの要素もあるみたいです。メタルスラッグやコントラといった古き良きアーケードゲーム作品に影響を受けているということで、やりごたえのある作品に仕上がっていそうですね。
ゲームトレーラーを見た感じに無数の弾が飛び交い、ハイテンポで駆け抜けながら大量の敵を倒していくといった爽快感のありそうなゲームですね。マイティグースは6月5日リリース予定、日本語対応の作品です。ワンハンドクラッピング、2021年6月10日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は3743人。マイク必須なパズルアドベンチャー。本作はプレイヤーの声を利用してゲームを進めていくというユニークなシステムのパズルアドベンチャーとなっており、プレイにはマイクが必要とのことです。マイクに向かって歌ったり拍手したり、音を使ってギミックやパズルを解き明かす。本作は声優の花江夏樹さんがデモ版をプレイされて注目を浴びた作品みたいですね。私の情報収集のためにその動画見させていただいたんですけども、声優の方すごいですね。今まであんまり気にしたことなかったですけども、真剣に見たら声もいいし、聞き取りやすいし、面白いしもう今私自分で喋ってるのが嫌になりますね。ゲームがあるからギリ生きてますけど。ワンハンドクラッピングは2021年6月10日リリース予定、日本語対応の作品です。配信、2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は317人。ハイホテルを舞台にした動画配信者ホラーサバイバル。4月15日に任天堂スイッチ版がリリースされた作品。動画配信者である生駒、桜井、白石の3人は、廃墟へ撮影に行きたいという桜井の提案で、地元でも有名な心霊スポット、ホテルイザナミへと訪れるところから物語は幕を開けます。一人となった生駒はショーケースに入った大きな豚のぬいぐるみを見つける。その後は血まみれのナタを振り回す豚のぬきぐるみから逃げ回ることになります。ゲーム内容はホテル内を探索し、アイテムやヒントを見つけて無事にホテルから脱出するといった内容。手に入れたアイテムでエンディング内容も変化するようです。また本作はお色気要素も含んでおり、危機的状況にもかかわらずパンツ丸見えやお触りができるといったこともできるみたいです。配信は2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。オープンカントリー、2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1971人。オープンワールドハンティングゲーム。サバイバルスキルを磨きながら手つかずの大自然を相棒の犬と共に歩き回り、熟練したスキルの所持者マスターアウトドアマンを目指す。仕事に追われて過ごしていた都会生活から一転し、大自然の中で働くことになった主人公。狩猟やアウトドアのスキルを習得しながら大自然の探索を楽しむ。ゲームプレイは2通りで、大自然の中を自由に歩きながら地域全体の任務をこなしていく探索プレイ。物資を厳重に管理しながら狩猟を通して食料や娯楽を見つける狩猟&サバイバルプレイ。またソロプレイと2人協力プレイが可能で、協力して大自然の中でサバイバルができるみたいです。オープンカントリーは2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。ギルティギアストライブ、2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は14,060人。視覚表現とサウンドを追求した最先端の格闘ゲーム。手書きアニメのような超美麗グラフィックで表現される世界やキャラクター。スピーディーでスタイリッシュな攻撃的な展開を見せるバトルシステム。速く激しく重厚な音で空間を表現するサウンド。視覚表現とサウンドを徹底的に追求したと言われている通り、最先端の格闘ゲームなのではないでしょうか。ロマンキャンセル、サイクバーストに加え、壁が壊れる演出とともに別のステージへ移り変わるシステム、ウォールブレイクが追加。ゲームモードはオンライン対戦モードのほか、オフラインでもチュートリアル、トレーニング、アーケード、ストーリーモード、ミッション等多彩なモードで遊べるみたいです。本作発売にあたり各エディションや特典がありますけども、多すぎて紹介できないので、公式ページに特典早見表というのがありますので、そちらを参考にしていただけたらと思います。ギルティギアストライブは2021年6月11日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ネクロムンダハイヤードガン、2021年6月2日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は15,051人。ミニチュアゲームをベースにした SF ギャング構想。ウォーハンマー 40K の世界観をベースに巨大な工業惑星を舞台にした一人称シューター。何万年にもわたって増築が繰り返されたインペリウム勢力下にある巨大工業惑星ハイブプライムの最下層にあるアンダーハイブが舞台。ギャングの構想や暴力にまみれた危険な街ネクロムンダを中心に、プレイヤーは賞金稼ぎとしてギャングやミュータントを排除していくといった内容。頼れるのは相棒のサイバーマスティフ犬。プレイヤーキャラクターの武器や能力のカスタマイズだけではなく、サイバーマスティフ犬のカスタマイズも可能です。
ウォールランやダブルジャンプ、グラップリングフックを活用した爽快感のあるテントが楽しめます。ネクロモンダハイヤードガンは2021年6月2日リリース予定、日本語未対応の作品です。ホッコライフ2021年6月3日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は 14,942 人。ほっこりした雰囲気でスローライフシム。動物の森ライクというよりそっくりな作品。物語は主人公が列車に乗り、動物たちが暮らすホッコの街で新生活するところから始まります。プレイヤーはホッコの街で自由に生活することが可能。特徴はオリジナルの家具や服などを作成できること。この作成するエディター機能が使いやすく精度が高いようで、結構細かいところまで作ることができるみたいですよ。今現在はストアページでは日本語未対応の表記ですけども、一時期日本語対応になっていたこともあるので、後々は日本語対応が期待できそうな作品です。ホッコライフは2021年6月3日リリース予定、日本語未対応の作品です。スナイパーゴーストウォリアーコントラクト2 2021年6月4日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は7957人。狙撃に特化した一人称指定のスナイパーアクション。映像がね、かなりリアルな部分があったので一部モザイクを入れてます。本編にはモザイクはございません。累計1100万本売り上げる人気のスナイパーシューター。最高峰の狙撃体験を楽しむことができます。プレイヤーはレバノンとシリアの国境にある砂漠地帯でスナイパーレイブンとなり、様々なターゲットを仕留めるミッションに挑むといった内容です。Steam、PS5、PS4、Xbox の発売が予定されていますが、PS5 は技術的な問題で7月29日に延期されたみたいです。PS5、PS4 は日本語対応の表記がありますが、Steam と Xbox は日本語対応の表記は確認できなかったです。日本語でプレイしたい方は PS がね、無難と思います。また発売にあたり早期購入特典と店舗購入特典もあるとのことです。詳しくはね、公式ページをご覧ください。スナイパーゴーストウォリアーコントラクト2は2021年6月4日リリース予定、日本語未対応の作品です。ウォンフォンア・ベンジフルスピリット2021年6月8日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は822人。幽霊の少女となり復讐を果たすステルスアクションゲーム。舞台は1920年代歴史改変された韓国。主人公は村への襲撃によって家族と共に殺された一人の韓国人の少女。彼女はチョスンサジャと呼ばれる死神に出会い、幽霊となり命あるものに憑依する力を与えられる。家族と共に命を落とした少女は復讐を遂げることで軍事紛争で犠牲になった人々の魂に安らぎを与えていくことになります。ゲームはステルス行動をしながら実体と幽体をうまく切り替え、憑依能力を駆使してミッションをクリアしていくといった内容。体験版もあるみたいなので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。ウォンフォンア・ベンジフルスピリットは2021年6月8日リリース予定、日本語未対応の作品です。ファーマーズライフ2021年6月9日リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は3773人。アルコール依存症の農夫体験シミュレーター。主人公は農場で働く農夫カシミール。彼は年老いた独身の農夫で、さらにアルコール依存症。そんな彼を操って楽しい農場ライフを始めましょう。農場での生活は悪臭汚物重労働でいっぱい。農場管理から動物の世話、常に変化する気象条件や厳しい冬、近隣の森から来る野生動物があなたの生活を脅かしに来ます。孤独に耐えられなくなったら隣人を訪ねて拳で語り合うこともできるみたいです。体験版もあるので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。ファーマーズライフは2021年6月9日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で6月上旬リリース予定とされる面白そうなゲーム紹介をしていきました。今回は面白そうなゲームが多かったですね。はい、多すぎたので今回は動画から外した作品は別の動画にしています。他にどんなゲームがあるのかご興味ある方は見ていただけたらと思います。限定公開にしてますので、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらから見てください。あと Steam の体験版についてのアンケートを実施しています。 YouTube ページのコミュニティタグから見れますので、今後の動画作りの参考にさせていただきたいので、アンケートのご協力お願いいたします。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。